はいどうも皆さんこんにちは。今回は日露戦争についてお話ししていきます。明治時代に日本とロシアが戦ったこの戦争はその後の世界に大きな影響を与えました。そんな歴史の分岐点となった戦争をこの動画で確認していきましょう。明治時代に日本は朝鮮の支配権をめぐって清と争いました。日清戦争です。その戦争に勝利した日本は戦争を終わらせるために講和条約を結びますが、喜びもつかの間、ロシア、ドイツ、フランスの3カ国が講和条約に文句をつけてきました。講和条約で手に入れた土地を清へ返せと言ってきたのです。当時の日本はまだこれらの大国に対抗できるような力を持っていません。結局圧力に屈してせっかく手に入れた土地を清へ返還することになります。さて、日清戦争の結果は世界にも影響を与えていきます。今まで強いと思われていた清が日本に負けたことで実は弱いということが分かったからです。ということでヨーロッパの国々が清にやってきて競うように土地を分割し反植民地にしていきました。そうなると当然ですが、清の人々は怒ります。外国人は出ていけと言って反乱を起こす人々が現れたのです。そのような運動が国内で広がっていく様子を見た清国政府は、これを利用すれば外国人を追い出せるのではと考えました。こうして清は列強に対して宣戦布告。列強は待ってましたと言わんばかりに、これを口実に軍勢を送ります。清対8カ国連合軍の戦いです。当然ですが8カ国連合軍の攻撃を受けて清はボコボコにされました。ちなみにこの戦いで特に活躍したのが日本だったので、列強は日本は使えると考えるようになります。こうして日本は列強に認められるようになったのです。さて、反乱を鎮圧した8カ国連合軍は解散、それぞれの国に戻っていきます。しかしロシアは反乱が鎮圧された後も軍勢を撤退させませんでした。ご近所さんの日本からすると放ってはおけません。ロシアは韓国まで攻め込んでくるのではないか、そう考えたのです。こうして日本とロシアの間では軍事的緊張が高まっていき、日本はロシアと対立することになっていきます。ここで結ばれたのが日英同盟です。この頃のイギリスはロシアと仲が悪かったため、イギリスと協力してロシアを抑えようと日本は考えて同盟を結んだのでした。しかしそれ以降もロシアは兵を引くどころか、むしろ兵を増やす動きを見せていきます。これはやばい、そう考えた日本は交渉して戦争を回避しようとしましたが、利害関係が一致せず交渉は決裂。放っておいたらどんどんロシア軍が増える。戦うなら兵力が少ない今のうちだ。こうして日本の命運をかけた日露戦争が始まったのです。日本の作戦はできるだけ早くロシア軍を撃破し講和に持ち込むというものでした。ロシアの弱点は戦場と本拠地が遠いということだったからです。もしも戦いが長引けばロシアの大軍が到着することが予想されたので、ロシアの軍勢が少ないうちに決着をつけようと考えたのです。ということで日本は素早く行動。陸軍は朝鮮半島を確保して、海軍は制海権を確保しました。ではロシアの作戦はどんなものだったかというと、反対に時間稼ぎをするというものでした。日本の弱点は兵や物資が少ないということだったからです。もしも戦いが長引けば日本の兵や物資は底をつくことが予想されたので、そのタイミングで大軍を投入して決着をつけようと考えたのです。ということでロシア軍は撤退しながら軍勢の到着を待ち、合流した後に日本軍を叩くという作戦で戦っていきました。さて、このような作戦の違いだったので、陸ではガンガン攻め込む日本陸軍とどんどん撤退するロシア軍という状況になりますが、日本にとって困ったのは海の方です。日本海軍がガンガン攻めようとしてもロシア海軍は港に引きこもって戦ってくれません。日本海軍も何とかしてロシア海軍を行動不能に追い込もうとしましたが、結局陸軍の力を頼ることになります。海には出てきてくれない、陸から叩いてくれというわけです。こうして陸軍が旅順攻略を目指していくのですが、これにものすごく苦戦します。当時の旅順はロシアによって要塞化されており、防御力がめちゃくちゃ高くなっていたのです。そんな旅順の戦いも山の形が変形してしまうほどの激戦で、多大な犠牲を出した末に日本軍はなんとか勝利。港にこもっていたロシア艦隊を砲撃し壊滅することができました。こうして日本海軍はヨーロッパから回ってきているロシアのバルチック艦隊との戦いに備えていきます。それでは陸上に目を向けてみましょう。
陸上ではついにロシアの大軍と日本の大軍が激突しようとしていました。この戦いでは日本軍がロシア軍を包囲する作戦を取り、退路を断たれるのではないかと考えたロシア軍が総退却。しかしすでに日本軍は限界です。もはや追いかけることができませんでした。そのような時にやってきたのがバルチック艦隊でした。東郷平八郎の作戦のもと、日本海軍はバルチック艦隊に圧勝。開戦史上かつてない圧倒的勝利を収めたことにより、日本は講和を結ぶことが可能になったのです。この時に日本はアメリカに和平の仲介を依頼、ロシアもアメリカの仲介に応じました。こうして日本からは小村寿太郎、ロシアからはウィッテがアメリカのポーツマスで日露講和会議に出席します。こうして結ばれたのがポーツマス条約です。この講和条約で日本は何とか戦争を終わらせることができたものの、ロシアから賠償金を得ることはできませんでした。こうなると重い負担を強いられていた国民は怒ります。そのような国民が暴動を起こし、日本では日比谷焼き討ち事件が勃発。政府は軍隊を出動してようやくこの暴動を鎮圧しました。